こんにちは、はるかです。はい、ということで今日なんですけど、とうとう彼氏のハンくんが登場してくれました。はい、ということで今日は一緒にハンくんとドライブに行くんですけど、ドライブをしながら、ハンくんがどうやって今まで日本語を勉強したのかだったり、ハンくんが今日本でどんなお仕事をしているのかとかも一緒にお話ししていければと思います。それでは行ってみましょう。早速出発していきましょう。今日はドライブどこ行くんだっけ？今日は北九州。そう、北九州に行きます。北九州っていうのがね、福岡と山口県のちょうど間のところだね。に今日は行くんだけど、いや、楽しみだね。久しぶりのドライブデートということで。で、今日はちょっとハン君が、どうやって日本語に興味を持って、どうやって勉強して、で、日本にどうやって就職したかみたいなところを、お話ししていけたらいいなと思うんだけど、ハン君がまず日本語に興味を持ったきっかけってなんだっ中学の時だけど、け？うん。一番仲良かった友達がうん。一緒になんか遊ぶ時とか、うん。そういう時にいつもアニメ見てたんだよ。あ、アニメ？アニメずっと見てて、うん。最初は興味なかったけど、うん。本当にずっと見てるから、うん。それ名前何って聞いてうん見たら面白くて、うん。そこからアニメ見始めて、うん。アニメちょっと見てたら、うん。もう字幕いらないなーになったから、すごくない？日本語でアニメ見て韓国語の字幕を見てたってことだよね。そで、字幕がいらなくなったってこと？う。すごいな。韓国語と日本語ってうん。語順が一緒だからね。そうだね。文法がほとんど一緒だよね。だからそこら辺結構有利なんだよね。確かに英語確かに。圏とかよりは。確かにね。でもすごいよ。それはちなみになんてアニメを見たの？最初はソードアートオンラインかソードアートオンライン。あ、な。なんか男の子たちが好きなやつだね。ゲームの世界の。そうゲームに入って、うん。どうのこうのする。うんうんうん。そっか、じゃあそこから、アニメ面白いなと思って、アニメ見てたらもう字幕がいらなくなって、そうってことは喋れなくても一旦聞くことはできるようになってたってことだよね、多分。喋る、読む、書くの前に聞くができたから、これはもうちょっと自分で勉強したら、喋るも読むもできるんじゃないかなって思って、大学の時と兵役の時、時間があったから勉強してみようかなになったね。なるほどね。その時はどうやって勉強したの？大学の頃からやってたから、なんかあまりの時間にカフェ行って、一人で JLPT の問題集で、問題だけ解けたんだよね。解いてたんだよね。普通に聞いて、もう頭の中でもう全部理解してるから、文法とかはあんまり勉強せずに、本当に漢字だけひたすら勉強して、読めるようになったらもうそれは理解ができるからね。漢字をひたすら勉強したって感じ。すごいね。確かに結局語順が一緒でもね、その漢字がないからやっぱそこは勉強しなきゃだよね。読めたらわかるけど意味を、でも漢字わからないと全然読めないから、漢字だけ読めるようになったら、試験受かると思ったから、問題集だけ買って、それで勉強してた。そういうことか。なんかさ、そのハン君ってワーキングホリデーに来たじゃん。そのワーキングホリデーに行こうと思ったきっかけは何だったの？韓国って基本的に就職がちょっと遅いんだよね。それで、私やりたいことがなかったから、そして勉強嫌いだし、でも就職をしなきゃならないけど、大学を卒業して就職まで空白の期間があったら、就職にちょっと不利だからね。だからワーキングホリデー行ったら、なんか新しい経験にもなるし、空白もないから、いいんじゃないかなって思って、ワーホリ行く
つもりで、うん。もう兵役の時から結構頑張って勉強してた。なるほどね。そっか。でもさ、ハン君ってもうワーホリに来た時にはもう喋れるようにはなってたじゃん。まあその前から喋れたね。そうだよね。だからやっぱまずは聞くっていうところでアニメで聞けるようになって、次にその話すために教科書とかで勉強して、でだいぶ話せるようになったタイミングでもうワーホリに来てたってことだもんね。すごいね。混んでますね。意外と多いね。ね、今日めっちゃ道が混んでる。そっか。でワーホリは最初どこに行ったんだっけ？最初は、神奈川の湯河原。湯河原、の旅館のお仕事だったよね。旅館の調理場だったね。調理補助、料理をしたんだよね。最初やった仕事は結構料理してたな。なんか味噌汁作ったり。すごいよね。そこは、調理補助がする仕事であってるのかなとも思ったけど、まあ本当にカットだけとかは楽しくないからね。まあ、むしろ良かったって感じ。ハン君はリゾートバイトを選んだもんね。でリゾートバイトってことは日本に来る前にもうお仕事は決まってた。そう。LINE でやり取りできるところがあったから、それでリゾートバイトもう就職先決めて、全部決めた後に飛行機取って。それってめっちゃいいよね。もう日本に行ったら働くところと住むところがもう決まった状態で、めっちゃ安心だよね。私あれが不安だったの。一応日本に行って、行く前だね、行く前に家を契約して、ネット上で、その後に日本に行きます、そこからバイトを探すが不安だったの。そうだよね。だって仕事が決まるまでずっとお金がないから。そうお金は結構持っていくけど、そのお金が減っていくことだけを、なんか見るしかないからストレスだよね。そう早くバイト探さなきゃになるけど、仕事探さなきゃになるけど、そのバイトを探す期間ということが私嫌だったから、日本に行く前に、先に仕事先を探した後に行ったって感じだね。でも安心だよね、それが。そっちが安心だし、寮になるからね。確かに無料で。そう無料で入るか、月1万くらいか。安いよね、お金出すとしても。そこにもう無料の中に光熱全部入ってるし、寮だったらその1万円の寮だったらそこの中にも全部入ってるから、確かにもう負担がないというか、誰でも始めれる。いいよね。それがめっちゃいい。確かに確かに。でワーホリ湯河原に行って、次がどこだったっけ？次が東京のゲストハウス。そうだ、ゲストハウス。東京いいね。東京は一回結構疲れてたからね、その職場で。ちょっとリフラッシュしたいなって思って、ゲストハウスだったら1日2時間くらいで仕事終わるし、あとは遊べるから。そっかそっか。そこで1ヶ月くらいやって、また東京の他のところでシェアハウスに入ったんだよね。でもそこで私が行く前に心配してた、そのバイト探すとかが結構大変だったの。その前の仕事がリゾートバイトで家賃かからない、給料もうそこそこいい、1200円超えるし、手取りが一応18万くらいだったの。いいね。そんな多くはないけど少なくもない。それが少なくないと思うのは家賃がないから。確かにね。私がそのシェアハウス、もう2畳くらいかな、めっちゃちっちゃい部屋1個借りるのに、月5万だったから。わあ、そっか。ってことはそれがもうないわけだからね。それを思ったら、私この部屋5万で月々払いながら東京で働くのはちょっと違うんじゃないかなって思ったの。だからそれでもう一回リゾートバイトを選んだし。確かに。でそれで行ったのがどこだったっけ？それで行ったのが、関西の淡路島。淡路島。淡路島いいよね。で私が考えたこと以上に田舎で、確かに。湯河原は、でもすぐ行けるの。なるほどね。田舎だけど近くに
便利なとこがある。小田原っていうところもあるし、駅3個で、そしてすぐ隣がもう神奈川じゃなくなるけど、静岡の熱海、有名な観光地だから、いろんなものが全部揃ってるって感じ。確かにね、それめっちゃいいよね。でも淡路島は、コンビニはすぐ近くにあったけど、一番近いスーパーに行くためには、歩いて40分。歩いて40分でスーパーか。私楽天、やばいな。そう、やばいんよ。そして楽天使ってたけど、途中20分くらいは電波の圏外。すごい。海らへんだからめっちゃ風吹くし、人ないから、もう YouTube ミュージックにもうセーブした音楽聴きながら、私も歌いながら歩く。もうそれしか楽しみないよね。そっか。いや、すごいね。で、淡路島が最後だったんだよね、ワーホリのお仕事は。それはそうだね。ワーホリのお仕事はそれで終わり。で、その間に私と出会って、その後残りのビザの期間はね、一緒にちょっと福岡とか大阪とかをね、観光したね。いやー、でも本当日本語上手だよね。その後日本でまあ就職しようってなったじゃん。まずやったことって何だったっけ？一番早く取れるのが、特定技能というビザだと思ったから、その試験に受けたのが最初やったことだね。確かに。で、特定技能を受けて、合格して、その後ハン君ね、一気に JLPT の N2 をもうすごい勉強したよね。もともと大学とか速攻でやってたのが、漢字ができないから、JLPT の5から3まで勉強してたけど、結局、資格は取ってなかったからね、喋れるしって思って。だから、もう本当に就職がしたいになったから、JLPT の2と1のために勉強して、本当は最初から1にJLPT の1級にしても勝ったとは思うの、今でも。確かに受かると思った、私も。今でもそう思うけど、でも年に2回しかないから。そうだよね。そう、それで落ちたら大変なことになるから、2からしようかになって、それの問題集買って、問題集で合ってる？問題集で合ってるよ。問題集買って、もう全部勉強して、一番後ろに模擬テストがあるからね。あったね。それ大体150点くらい、160点、50点くらいいってたから、これは絶対受かるねって思ってたし、初めての模擬テストでこのスコアだったら、本当に1級でもいいんじゃないって思ってた。そうだよね。ずっとなんかさ、不安だからやっぱり N2 にするとは言ってたけど、いや絶対 N1 でもいけるよみたいな感じでずっと話してたよね。N1 が180点の中で100点取ったらいいの。そうだね。だからハン君の場合はさ、特に聞く力がめっちゃ強かったじゃん。もう全部満点だったし。そうだから聞く力だけでほとんどのスコアを取れてたけど、でもあれ今思うとさ、やっぱ N2 受けて N1 受けてよかったなって思うのが、ハン君本当に勉強を始める前はさ、漢字一つも本当読めないというか、なんか月曜日とかなんか簡単なよく見たやつは読めるんだけど、道にある漢字なんて、あれはなんて読む、これはなんて読むって言っても全部って分かんなかったじゃん。なのに N2 勉強した時から一気にそれをもう本気で N2 満点取るぞみたいな感じで勉強してたじゃん。だから一気に読める言葉が増えて、しかも話してる時も前より使う言葉が綺麗になって、で、それでほぼ満点に近いスコアで合格したじゃん。で次 N1 また満点取るぞみたいな勢いで勉強を始めた時に、もう知らない単語だけど漢字をなんとなくいくつか読み方知ってるから、これかなみたいな感じで読めるようになったじゃん。予想ができるから。そう N2 の時はね、予想はまだできなかったの。知ってる、見たことある単語だけわかるみたいな感じでも、だったのが N1 を勉強始めたら、もう漢字の一文字一文字の読み方をちゃんと考えて予想して、あ、これってこうかもみたいな感じでもう分かるようになった時に、あ、
すごいなって思った。なんかこうやって人ってちゃんと成長していくんだと思ってびっくりした。だからね、今思うと N2、N1 ちゃんと1個ずつ受けてよかったなって思ってる。確かに。まあ、N2 の時に勉強しようと思った時に春が日本の小学生の問題集を買ってくれたんだよね。そう、漢字ドリルね。そう、そこで木が太いを私が太いって大きいに点が1個ついてるじゃん。だから似たようなものでしょって思って、木がでかいって書いたから。そう、ちょっと写真出します。こんな感じです。そうそう、木がでかいって書いたよね。あれめっちゃ面白かった。そこになんか春が面白いって感じたものまだ写真に残ってるからね。いろいろあったよね、その時。もうでかいもあるし、その千と千尋の行方不明とか。そう、千と千尋の神隠しってジブリであるじゃないですか。で、あれをハン君はその韓国語に訳すとね、千と千尋の行方不明になっちゃうから、もうそのまま日本語訳して、あれ見たことあるよ、千と千尋の行方不明。何それってなって。神隠しという言葉がもう、そうだね、日本しかない、もう翻訳できない言葉だからね。そうだね。ハン君はその今日本で就職してるじゃん。特定技能のビザを取った、 JLPT の N2 取った、 JLPT の N1 取った。特定技能っていうビザがいろんな種類があるんだけど、ハン君はホテルのフロントのお仕事ができるものに応募して合格してたじゃん。宿泊部門だね。そうだからハン君はホテルのフロントのお仕事をいろんなところちょっと応募したじゃん。A ホテルとか K ホテルとかね。そうで、それでもほんといろいろ応募して、でもハン君すごかったのがさ、2箇所合格したよね。2箇所合格してちゃんと条件のいい方を選ぶことができた。あれはめっちゃ良かったなって思う。なんか日本人でもさ、やっぱ就職活動ってさ結構厳しくて、1箇所しか合格しなかったからもうここに行くとかっていう風になることもあるんだけど、ハン君の場合は自分が行きたいところを選ぶことができたから、それはすごいね、なんか良かったなって思ってる。目的地付近です。ルート案内を終了します。結構良かったしね。そう。条件が。で、しかもさ、あれだったじゃん。そのハン君が今回合格して、で、就職時期がいつになるかわからなかったじゃん。そう。ビザの準備にすごい時間が1ヶ月から長いと4ヶ月くらいかかりますって言われてて、結局でも1ヶ月では全然もう無理で、4ヶ月くらいかかったかな。5ヶ月？ほぼ半年じゃない？くらいかかったよね。めっちゃ長かったよね。合格から就職までが本当に長くて、私が覚えてるんでやってたら、合格自体は6月7月くらいだったの。そうだったと思う。私最終面接の時に終わって15分ですぐ合格です、内定ですって連絡来たからね。その後にちゃんと本当に仕事始めたのが今年の1月。そうだったね。半年くらい。半年長かったよね、ビザの準備も。もう長かったし、その時も日本行けなかったし。そうだね。でもさ、ビザの準備って言ってもさ、ハン君がやることはないじゃん。もう本当にただ審査を待つだけだったから、あれは結構長かったけど、やっとビザが降りて日本に来て1月から就職が始まってだったね。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。次はハン君と一緒にマクドナルドのちょっとドライブスルーに行ってみようかなって思うんですけど、日本の注文の仕方とかこんな感じだよっていうのを皆さんにお見せできたらいいなと思っています。で、他にも日本で就職してみてハン君がびっくりしたこととか、日本の就職ってこんな感じとかっていうのをマクドナルドのちょっとバーガー食べながら一緒にお話ししていこうかなと思うので、また次の動画も楽しみに待っていてください。それでは今日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。